はい、どうもゆうです。今回はですね、トリガーランを、さらに強化する、やり方を紹介していきたいと思います。では、早速やっていきます。今、ハイライトの方で、出しているんですけど、こちらは、トリガーランの後に、ある操作をして、斜めに走らせたり、横に走らせたり、している、シーンになっております。このゴールシーン、からですね、紹介できたらなと思いますので、よければ最後まで見ていただいて、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、早速やっていきます。こちらですね、もともと、あるのは知ってたんですけど、基本的には自分は、選手ロックとかを、多く使うことが、多かったんですけど、選手ロックだとどうしても相手にバレやすいっていうところで、今回ですね、FCS の決勝も含めてですね、優勝したプレイヤーが本当に両サイドの走らせがめちゃくちゃ上手くてですね、しかも両サイドに関しては選手ロックをかまさずに、ST を選手ロックして、サイド走らせてからっていうのはあったんですけど、本当に両サイドの斜めに走らせてまっすぐ行ったりっていうところがめちゃくちゃうまかったので、それからですね、自分も意識的にCF であったりとか DB ライですね、使うようになって、結構それからですね、ゴールシーン増えたので、紹介したいなと思います。で、操作自体は結構シンプルで、L1 で走らして、その後右スティックで走らしたい方向に倒すという風になってます。で、これに関しては、そのままだとその右スティック倒した方向に走っていくだけなので、これぐらいでいいかなっていうところでもう一回、L1 トリガーランを入れればですね、その斜めから走ったところからまたまっすぐに走らせることができるんで、これで裏を、狙っていくって形になってます。今このシーンとかでも斜めにですね、右スティックの方を左、手前画面の方に倒してですね、斜めに倒して、ある程度の位置で、ディフェンスからマークが外れたところで、もう一回トリガーランを入れて縦に走らせてるっていうシーンになっております。これを繰り返すことによってですね、本当に得点シーンが、増えやすくてですね、これ相手のディフェンスついていけてないので、このシーンとかもそうですけど、画面奥側に向かっての斜め45度にですね、倒して、相手のセンターバックとサイドバックの間をつければ、その後に、走らせるという感じになっております。狙いとしては本当にこれ共通して言えるんですけど、第一に、センターバックとサイドバックの間を狙いに行く。で、このシーンとかであれば、今のは、それでついてこられたので、もう一回サイドに走らせるということをしております。これを本当狙っていくっていう感じですね。相手のディフェンスの動きを見て、サイドバックと、ディフェンスの間を狙っていくと。これとかも今ついてきてて、一旦ここやり直すんですけど、この後ですね、これ真ん中に走らせます。あのままトリガーランだけだったら、サイドバックの裏ついてるだけなんで、チャンスにならないんですけど、今中に走らしたことによって、ドフリーで、サイドバックとセンターバックの間に裏抜けて、そのまま点に絡めてるっていう感じになっております。これめちゃくちゃ、ゴール絡めやすいので、本当に今までの、選手ロックよりも、再現性も高くてですね、相手もなかなかついてきにくいという風になってます。これも若干、倒してます。気持ち倒したぐらいで、このゴールに向かって走ってくれてるんで、このままチャンスが作れてるという風になってます。この後もですね、このちょっと速度、遅めと、あと、1倍速の方で流してますので、その辺全部見ていただければなとは思うんですけど、これもまっすぐ走ってて、相手がついてきそうになったんで中に走らして、もう一回トリガーなんですね。なので、実際トリガーラン3回入れてます。1回目縦に走らして、その後斜めに右スティック倒してからもう一回走らしてるというとこですね。そのまま2回で行くときもあるし、今みたいに3回入れるときもあるって感じになってます。これも、走らして、で、相手に、警戒させて、これも縦に走らして、ついていかしてからもう一回中に入れて、もう一回入れると。これも3回入れてる形になっております。手前のサイドハーフ含めた4回入れてる形にはなるんですけど、本当にシンプルに走らせるだけじゃなくて、中に走らしたり縦に走らせるだけで、相手のマークがついてこれなくなるんで、相手のスティックですね、ディフェンスの裏もかきやすくなるんで、これとかもそうですね、中に走らして、もうこれで、カーソルを相手も変えれてなかったら、このまま裏抜けてしまうんで、めちゃくちゃ強いなと思います。本当に相手に使われてもですね、決勝に関してはコーチとして、ついてましたけど、見てても本当に、グループ予選の時にもですね、優勝したプレイヤーとは対戦してて、本当どうやって止めたらいいのかなっていう印象はあったので、
終始やっぱりあれについていけてなかった部分はですね、どのプレイヤー見ててもあったので、実際やっぱ使ってみても、相手目線で見ると結構守りにくいなっていう印象あったので、この辺ですね、結構意識的に使うのはありかなと思います。今作に関しては本当サイドハーフの裏抜けはめちゃくちゃ強いんで、ただ裏取るだけじゃなくて、中へのゴールに向かってのトリガーランを、意識的に使っていくことができればですね、得点力さらに、アップするので、ぜひやってみてはどうかなと思います。この作品自体がもうだいぶ終盤ではありますけど、絶対来作でも使える、技にはなってるんで、この辺ですね。毎作一応強さはあったんですけど、やっぱりちょっと難しさであったりとか、その難しさに対してそこまで恩恵を感じなかったんですけど、実際使ってみるとですね、思ってた以上にそこまで難しくもないですし、実際そっちの方が簡単に点が取りやすいなっていう印象があったので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。ということで、今回のゴールシーンですね、参考にしていただいてぜひ使ってみてください。よければですね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。